かざしてあげることによってマグセーフでくっつくアダプター、ジンバルにミラー搭載、ズームに関しても自動、地面スレスレ全然違いますね。どうもこんにちは、まみよしです。ここ最近の iPhone ログ撮影もできるようになって、ここ2年間ぐらい YouTube の動画全てこの iPhone で撮ってるんですけども、唯一気になるのが手ブレ補正。こうやって歩きながら撮影するとどうしても映像がブレたり、あとインカメに関しては手ブレ補正がかなり弱くなっているのでガタガタな映像になっちゃいます。そんな手ブレを解決するために僕はインスタ360のスマホジンバル使ってたんですけども、なんとこちらの新作インスタ360フロー2 Pro、新しいスマホ用のジンバルが出たので、こちらレビューしていきます。前モデルと比べて機能もかなり増えてるので、どう進化してるのか実際に使いながらレビューの方をしていきます。早速やっていきましょう。まずはこちらのフロー2 Pro の特徴を紹介していきます。今回のモデルに関しては Apple のドックキットに対応してます。電源を入れてあげて、スマートフォンをここにかざして接続をタップ。こうすることによって、今までのジンバルっていうのは専用アプリを使わないと自分の顔とか物体をトラッキングっていうのできなかったんですけども、 iPhone のサードパーティー製のアプリ、ブラックマジックカメラとか、あとは Zoom のアプリとか、もちろん iPhone に標準で搭載されてるカメラアプリでも顔のトラッキングっていうのができるようになります。で、これがね、めちゃめちゃ便利で、どのアプリを使ってもいいので、自分の好きなアプリを使って動画撮影やミーティングなんかをすることができます。なので、そのネイティブトラッキングっていうのは結構嬉しいポイント。で、続いてさらに嬉しい機能がありまして、今までのスマホジンバルってつけるのにわざわざね、クリップでこう挟み込んであげてバランスを調整してジンバルにくっつけるっていう作業が必要だったんですけども、インスタ360、こちらマグセーフで背面にくっつくアダプターがありまして、で、これすごくてね、ここリングを出してあげることによってスマホスタンドとしても使うことができます。で、これね、もちろんリングこんな感じで回転することもできますね。さらにジンバルにパチッとくっつけるだけでバランスも自動で取ってくれるっていう、これめちゃめちゃ便利です。ちなみにこれ別売りなので、これ絶対一緒に買った方がいいと思います。で、アタッチメントつけた状態で出かけます。バッグからジンバル取り出します。 iPhone ペタッと貼り付け、これを起こしてあげるだけでもうジンバルで撮影完了っていう、これめちゃめちゃスマートで、しかもね、もうジンバル使うだけでめちゃめちゃ高品質な動画撮れるので、この組み合わせね、めちゃめちゃいいですね。ちなみにね、こういうストラップつけててもバランス取れてますね。この機動性の高さ、これもめちゃめちゃいいポイントになってます。その他にもいろんな機能がついてます。まず内蔵三脚、ここから1本2本3本出すことによって三脚としても使えるし、グッと伸ばすことによってちょっと遠くから自撮り棒として使うこともできます。これ伸ばした後にここぐるーっと曲げることもできます。さらにジンバルの背面の部分にミラー搭載してます。これも便利でですね、この綺麗な外カメで自撮りするとき、こんな感じで自分の顔、そして周りの背景っていうのをしっかりチェックすることができます。で、そしてもう一つアクセサリーがありまして、今回こちらのジンバル横にね USB-C 端子があるんですけども、そこにね、これも別売りのアクセサリーがありまして、ここにカチッと挿します。照明をジンバルの横につけられると。これね、今こんな感じで外に向けて撮影してるんですけども、もちろんこれを逆向きにしてインカメで撮るときに自分を照らすことなんかもできます。しかもね、このライト明るさ調整もできて、1、2、3段階で調整することができます。上のボタンを押すことによって寒色、暖色、中間色で選ぶことができます。なのでその場の色味に合わせた感じの照明を使うことができます。ジンバル搭載しているので、下に向けたり上に向けたりもできるので、ジンバルだけじゃなくていろんな機能で使うことができます。で、これすごくて、畳んであげればライトも自動で消えて、開いてあげればライト自動でつくといった感じで、この辺もね、かなり考えられてますね。で、今こんな感じでライトを接続してるんですけども、こちらに USB-C ケーブルを挿しまして、で、これを iPhone に接続します。そうすることによってこんな感じでね、モバイルバッテリーとして使えるのもいいポイントですね。撮影しながらっていうよりかは、これを畳んであげてる状態で充電するっていう感じですね。で、そしてジンバルの使い方を説明していきましょうか。起動したてだとここ光ってないと思います。この状態で裏面のボタンを1回押すと緑色に点灯します。で、この状態で顔を入れてあげるとここからトラッキング開始。こんな感じでしっかりと追尾してくれます。これ便利ですね。で、今このジンバルの裏にミラーがついてるので、しっかりとね、自分の頭からここら辺まで映ってますね。なのでこうやって外カメで綺麗な画質で自撮りをすることができます。で、外カメだとね、こんな感じで超広角カメラを使って
撮影することもできるので、それも嬉しいポイントですね。手ぶれもしません。で、このトラッキングをオフにしたいときは、また後ろのボタンを1回押すことによってオフにできます。で、こうやって角度を変えた後に、まっすぐに戻したいなっていう場合は、ここをダブルタップ。そうすることで中心に戻ります。で、3回押すことによって180度回転することもできます。で、あとこれすごいのが、結構ジンバルって360度回転が限界だったりするものが多いんですけども、360度無限パントラッキングということで、永遠にこれ回り続けます。カメラの周りをぐるぐる回ったとしても永遠に撮影し続けることができます。で、中心に戻したかったらここのボタンを2回カチカチ。という感じで、基本的な使い方はこんな感じですね。そうしたら純正アプリを使ってどんなことができるのかっていうのをチェックしていきましょう。今回のこちらに関してはディープトラッキング 4.0 を搭載しています。これ面白い機能いろいろありまして、例えば1つ目、アクティブズームトラッキング。実際の映像がこちら。顔をトラッキングしてあげて、アクティブズームトラッキングっていうトラッキングのボタンを押すことによって歩いてるところを撮影して自動でこう顔の追尾だけじゃなくて、ズームに関しても自動でやってくれます。なので、例えば Vlog とかを撮影してて、一人で歩いてる映像を差し込みたいとか、そういった映像を撮るときにめちゃめちゃ便利になってます。精度に関してもかなり高いですね。続いてが複数人トラッキングですね。今までのジンバルの場合は、例えば2人被写体がいたとしても、2人の顔をトラッキングできなくて、2人をね、中心に配置するっていうことができなかったんですけども、今回の場合は複数人トラッキングに対応してるので、2人の顔をこう選択してあげることによって、しっかりと2人を画角の中に映すことができます。なので、2人とかでこう Vlog を撮影してる時とかにかなり便利な機能になってます。あとはこんな感じでグリッドを出すこともできるし、このアプリすごくて、これ美肌補正があります。自動。はい、こんな感じで肌ツルツルにすることもできるし、2シェイプ、この顎のラインとかですね、こういったのを、自分好みに調整することができます。鼻をちっちゃくしたり、こういう機能もね、結構嬉しいポイントですね。あとこんな感じで色味も自分好みに調整することができますね。で、あと今回のモデルに関しては Apple ProRes でも撮影できるようになってまして、これ道具撮影なんかもね、今回のものを対応してます。こんな感じで薄い色味で撮って後から色をつけるなんていう使い方もできます。あとこれも嬉しい機能なんですけども、真ん中の上にある A っていうマークを押すことによってこんな感じでプロンプターを出すことができます。スマートホイールが使えます。時計回りに動かすと下にスクロールし、半時計回りに動かすと上にスクロールします。こんな感じでカンペを用意しながら動画を撮影することなんかもできます。で、あとね、今回プロフレーミンググリッドっていう機能が新しく搭載されてまして、これ純正アプリで使うんですけども、こんな感じで例えば被写体をトラッキングしてあげます。これね、もう動画の真ん中にずっと居続けてるんですけども、例えばこのギターを左上に表示した状態で追尾させたいってなったとします。左下のリポジションでこちらから左上に押すと、はい、こんな感じでどこに配置するのかっていうのを選択することができます。左下にするか。で、これで右上のチェック。こんな感じでトラッキングする時も左側に配置した状態でこうぐるぐると回ることができます。で、トラッキングオフにしたかったら1回ボタンをポチッと押すだけで戻ります。で、これトラッキング性能も今回のモデルかなり強くなってて、例えばこのギターをトラッキングしてあげて被写体がいなくなっちゃったとしても、また戻るとしっかり被写体を検知してまたトラッキングしてくれます。こんな感じで速い動きでも結構認識してくれますね。手で隠す、戻る。3秒だったらいける。5秒ぐらいなくなっちゃうとトラッキングは外れる形になります。そしたらジンバルありなしでどのぐらい手ぶれが違うのかチェックしていきましょう。1倍カメラで歩き撮りです。歩きでもね、結構このグワングワンってなってるのがかなり少なくなってるのがわかると思います。続いてこちらが走った時、もう全然違いますね。かなり映像見やすくなってます。こちらが超広角の自撮り。これもね、結構こう揺れてる感じ少なくなってますね。走ってみるとさらに差が出てきます。で、これがインカメですね。ジンバルに関してはロットを伸ばしてるので、ちょっと画角広くなります。走るとジンバルなしだともうすごいことになっちゃいます。で、これが山道の階段。超広角ですね。こんな感じでね、足場が悪いところとかだとさらに差が出てきます。しかもこのジンバルがあると水平もしっかり撮ってくれるのがさらに嬉しいポイントです。で、こちらがジンバルを使って後ろから撮ってみた感じ。足場悪いのにしっかりと水平も撮れてるし、揺れも少ないのがわかると思います。じゃあ普段使ってるブラックマジックカメラでトラッキングできるのかチェックしていきましょう。アプリをこうやって起動して超広角カメラにします。こんな感じで。で、この状態で今ここのライトがついてないんですけども、1回押すことによって、トラッキング開始。しっかりと顔を
追尾してくれます。で、これ超広角で画角が広いので、こんな感じで顔がでかくならないので、もう Vlog とかにもめちゃめちゃ最適ですね。しかもこれログで撮影してるので、映像もめちゃめちゃ綺麗と。ズームリングでズームインやズームアウト、録画ボタンもしっかり機能します。であとはここのね、ミラーの部分で自分が見えるっていう感じは言ったんですけども、やっぱり画面で見たいっていう人もいると思います。そういった場合は、もう一個スマホを用意してあげることによって、遠隔でスマートフォン上でプレビューしたりすることなんかもできます。あとは、この Apple Watch でプレビューするなんていうこともできますね。であとはね、こちらのジンバル、長くなって自撮り棒として使うだけじゃなくて、これ逆向きに持つことによって、地面スレスレでこんな感じで撮影することなんかもできます。で実際に撮影した映像がこちらなんですけども、こう地面スレスレの動物の視点で映像を撮影するなんていう使い方もできますね。で今回紹介したアクセサリーがこの磁気スマートフォンマウント、リングにもなるしジンバルにすぐつけられるっていうマウントと、あとこのスポットライトなんですけど、まだアクセサリーがありまして、磁気冷却マウント、この磁気スマートフォンマウントプラスこの冷却の板がついてまして、撮影してるとスマホは熱くなりがちなんですけども、そういったのをしっかりと冷やしながら撮影することができるっていうキットとか、あとはこのバックパック、こうジンバルをマウントしてあげるっていうアダプターとか、収納バッグですね、ジンバルを収納するバッグもあります。ということでいかがでしたでしょうか。こちらのインスタ360 Flow 2 Pro、いろんな機能も盛りだくさんだし、なんといってもね、このインスタ360のジンバルに関しては使い始めるまでが楽、開くだけで使い始めることができるっていう、これがめちゃめちゃ嬉しいですね。であとはこの畳んだ状態でスマートフォンをつけっぱなしにできます。なので開いて使う、撮影します、収納してこのまま持ち運ぶっていう使い方ができるので、かなり利便性の高いスマホジンバルになってます。自分の好きなアプリでトラッキングすることもできるし、本当にね、スマホジンバル迷ってる人はこれ買っとけば間違いないので、スマホジンバル迷ってるっていう方はぜひインスタ360 Flow 2 Pro 買ってみるといいと思います。商品ページに関しては概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで以上、インスタ360 Flow 2 Pro のレビューでした。バイバイ。